皆さんこんにちは。今日は豚肉とキムチさえあれば家で簡単に作れる豚キムチを作りますね。プラスオプションで韓国式の卵焼き、韓国式のありますよね。卵を巻いて海苔入れてチーズ入れてご飯と一緒に食べれるおかず、卵焼きもオプションで作りますね。10分もかからないもんだから作ってみてください。超簡単ですよ。じゃあ始まりますね。野菜からカッティングしますけど、豚肉炒める時入れる野菜なんでそんなに量的にはいらないですね。メインがキムチと豚肉だから野菜はちょっと入ればいいですよ。玉ねぎ4分の1、4分の1ですね。スライス、ネギ1個もいらないんでまあ半分ぐらいですね。斜めスライスで卵焼きに入る野菜も一緒に用意しちゃいますね。まずネギ、まあ少しですよね。これは少しまな板汚れちゃうから、まず野菜から切ってからまな板肉切るんで、このぐらいですよね。あと人参はほんと少し色だけ出したいんで、人参はこのぐらいですよね。食感させればいいからみじん切りぐらいだけど食感が出るみじん切り、難しいなそれこのぐらいでみじん切り。卵巻きの用意は OK。 同時にやっちゃうから今日は10分もかからないの見せたいから。まず肉、僕はバラ肉を用意したんですよ今日。食べやすい大きさにカット。肉は 250g 用意しました。このキムチが 250g だから同じ量で炒めます。キムチ何でもいいですよ。だいたい一口の大きさ。炒める用意は OK。 基本的に何の部位でもいいんですけど、豚の脂を出してそこからキムチを入れてその油と一緒に炒めるから、やっぱり肉に脂がついてるのがいい。おすすめ。卵も用意しちゃいますね。卵4つ。味付けは塩少し、足とかでよく混ぜれば、ネギと人参と一緒に。 일단은 일본식은 다시가 入る。一番だしとか二番だしとかが入って、でも日本は一回こす、きれいに薄く何枚も巻く。味付けは炒めながら味付けするんで、豚肉はいきますね。まず火をつけます。フライパンが温めてきたら肉を入れるっていう、それで油を出す。じゃあフライパンが温まってきました。火を少し弱めにして肉、こう油が出てきますよね。このタイミングで一回塩、なんで塩を入れるかというと、豚の脂が出やすくなる、旨味を出やすくなるから。僕の動画ずっと見てる方は分かると思うんですけど、僕は何でも炒めると最初塩をかける。少し旨味を出すために。じゃあこう豚から油がこうやって出てくるんですよね。豚から油が出てきたらこのタイミングで野菜、玉ねぎとネギほぐしながら炒める。豚の油に野菜がコーティングされるように炒めてくる。そのタイミングで少し塩、野菜から旨味を出すために。このタイミングでおろしにんにくを中さじ1杯で一緒に炒める。じゃあ油が出ました。野菜が入って野菜も半分ぐらいが火を通ってます。
このタイミングでキムチ投入。これキムチ全部入れちゃいますね。じゃああと炒めていくんだけど、味がまだ薄い。ここで味を決めるものはあと大さじ1つ。やっぱりコチュジャン大さじ1つ。ここで味の素少々、あと韓国のだしだ少々。味付けはもう OK。 中火ぐらいにして味を確認するんですけど、味見ですね。味見。美味しい。これめちゃくちゃ美味しいんですけど、火を消しながらごま油一周軽く香りだけ入れちゃう。これで一回あえる。じゃあ盛り付け。ここに少しごま、練りごま。これで完成ですね。じゃあ豚キムチが終わったんで、次はさっき用意した卵焼き作りますね。火をつけます。フライパンに。でまず温まってくるまで少し待ちますね。今日入るものはチーズも少し入れちゃう。あと海苔1枚。海苔何でもですよ。僕これ普通にスーパーで買ってきた海苔なんで何でもいいです。味ついてもいいしついてなくてもいいし。フライパンが温まってきました。そこでサラダ油。あ、これサラダ油じゃねえよ。これだ、料理酒だった。これちょっと一回サラダ油。でフライパンが温まってくるとサラダがそこから動きやすくなるんで、これがこのタイミングでまずさっき用意した卵を半分ぐらい入れちゃう。このぐらいでここで全体的に広げていく。ここからは火を中火。海苔を1枚出して真ん中に引きますね。こうやって。요리하고 치즈는 퍼먹는 거예요? 好みオプション。少しね海苔の上にもかけますね。卵くっつけるように。で超簡単。これでこうでここからまだ少し戻りいく。このぐらい。ここから来たらもうラッキーっていうかやりやすい。ここでまだ卵つなげるって感じですよね。全部入れて、この下のところはチーズを入れちゃう。伸びるチーズですよね。これミックスチーズなんですけど、チーズを入れて、でここでもう一発こうやって。焦らなくていいから、これはゆっくりでいいです。ゆっくりで。これ中まで火が通しやすいから、そうなるとあとくっつきやすい。ここでもう一発。四角フライパンある方はやっぱり形は綺麗に出るんですけど、韓国では四角フライパンあまり使わないから、僕今日わざわざこれにしたんで、やっぱ形は四角フライパンの方が作りやすいですね。僕前キンパ作った時それやったんで、その動画見れば出てくるんで、こっち見ればこれ見て、あいつ下手くそよじゃないですね。これこんな感じですね。でも韓国の居酒屋とか行くと本当にこんな感じで焼くから、日本のだし巻きの絶妙的な巻き方と韓国の巻き方と全然違うから、これが韓国の巻き方ですよね。これで OK。 フライパンをひっくり返せばこれで OK ですね。これは普通にカットですね。ここ断面見れば海苔入ってチーズ入ってるから、半分はこうやって入れますね。こういう感じ。ちょっとこれ味見。韓国の味。뭐라 그러지?
저 한국 예쁜 계란말이가 약간 거칠어. 일본 계란말이는 너무너무 부드럽잖아. 근데 한국 건 약간 거칠어 이제. 이게 한국 맛이야 이게. これで韓国の豚キムチ、あと韓国式の卵巻きを作りました。いただきます。この席に久しぶりに座ってる感じがしますよね。いつも立って食べてたから。今日豚肉とキムチさえあれば簡単に作れる豚キムチを作りました。これはやっぱりご飯と一番合いますね。あとおつまみで考えるとここに豆腐周りに豚잠깐만 생각이 안 난다 한국말로 두부김치 두부김치ですね。두부김치っていうものもこれでアレンジできるから機会あれば作ってみてください。いただきます。めっちゃ美味しい。これは韓国の居酒屋とか行くとここにマヨネーズとケチャップかけたりとかするんですけど、これですね。ご飯と一緒に이건 매일 먹어도 맛있어. 한국인이 제일 좋아하는 거지. 부닭김치.今日は別々で食べるけど丼でもできるものなんで、これ卵焼き焼いて炒めて作ったんですよ。でもこれ煮るものもできるんですよね。同じ材料で水少し入れれば。今度それもやります。煮るとまだ味が全然変わってるもんだから、それもやっぱこれ炒める時キムチチゲでも入れましたが、やっぱりポイントはコチュジャンがもう第一のポイント。この味を出すためにはあれは絶対必要。プラスおろしにんにく、それがあってこんなに美味しいものができる。でコチュジャンが入ってるから醤油はいらない。ジャンジャンっていう感じですけど、ジャンジャンは並べ一緒には使わないっていうのは僕の中の料理。まあ使う時もありますよ。料理のよるけど今バッと思い出せないけど、まずジャンとジャンは一緒に使わない。最後の一口食べて終わりにします。やっぱ美味しい。와 밥한끼 뚝딱 했다. 오늘도 살고는 시도치가 살고는 아 이거 맛있다. 근데 일본 회사에서 만든 김치랑 한국에서 먹는 김치랑 맛 자체가 완전 틀려. 일본 슈퍼에서 파는 김치 갖다 이렇게 만들 수 있다는 거는 잘 맞는 거야. 나 자신이 完食しました。これはもう簡単に作れるもんだから一回作ってみてほしいです。そこからコメントも少し書いてほしいです。どうだったかそれ聞きたい。もう本当に美味しくなかったら美味しくない、もうやめろとか、そうやってそういうなんかこれ入れなくてよかったですよとか書いてほしいですよ。なんか分かるから、そうするとどんな感じのものが好きか分かるから、機会あったらぜひ作ってみて食べてみてコメントまでお願いします。ありがとうございました。